霊光。心霊主義者は人々の目を開き、真理を受け入れるようにする準備段階として霊光を行った実験を通じて心霊主義者が知ったことは、地球の周りの初回にある様々な霊魂と交通ができること。これらの霊魂は全てが良いものとは限らず、中には邪悪なものもあること。優秀な霊界通信を受けるには、人間の方で利己を去る努力をすること。人格の投与と完成が必要なこと。これらである。玄武教から来る暴君も、人間の方にこれと波長を合わす暗い鍵がない限り、決してそのオーラの中に入り込むことはできない。重ねて言うと、いかなる邪悪な悪念を持った霊魂といえど、本人が断固としてこれを寄せ付けぬ決断を持つ限り、一歩もそのオーラに入り込む余地はないのである。それはこの時入り口に封印がなされ、本人が自我の主人となったからである。何者といえど、本人に弱さ愚かさ、つけ込む隙がない限り、一歩もこれを犯すことはできない。新しく死んだ者と残された者との間に橋を架けてやることは、場合によっては正しいことである。それは長旅に出たままの身内の者が、何とかして無事と健康を伝えるメッセージを送ろうとするのと同じことなのである。ただ具合の悪い点は、死者の方が、しきりに健康の回復を求めていること、または残された身内の方が、手助けや慰めが必要な状況にあること。いずれにしろ、霊媒を通じて交通を求めることは正しいことである。しかし交通ができて、両者が共に慰めと安らぎを得た後に心すべきことは、死者の方も生者の方も肝心な仕事が待っているということ。すなわち自分自身の生活をちゃんとして、なすべき責任をしっかり果たすこと。自分で考え自分でやらねばならぬことを、いちいちお伺いを立てて、霊界の世話になったり、霊界に責任を取ってもらったりしてはならぬ。勇気を出してもう一度立ち上がれ。これにより、人は以前より一層、高いの愛する者のそばに近づくのである。地上の人々を助ける使命を帯びて、地上に戻ってくる諸霊がある。これら諸霊の中に、県有領海の交通を樹立するため、超年月をかける指導霊や補助霊たちがいる。彼らの仕事は、犠牲的で、かつ高貴なものである。したがってこのために、費やされる時間は聖なるものとされる。他界したものすべてが、地上の人との通信に戻ってくるわけではない。したがって、目指す、愛する者の訪れがないからといって、落胆してはいけない。彼らは新生活を築くために去ったのである。あなたの物的生活と、彼らの新しい内的生活とは、当分は離れ離れに違いない。だが、あなたが内在画を解き放つことを学ぶに至れば、それにより、ついにあなたは、彼らのもとに到達する日も来るのである。我らの全目的は、皆さん一人一人に備わる、魂の能力を回転させて、快適な霊界との交通を可能にするだけでなく、それを自然な正しいものとすること、これである。魂に別離はない。我に別離があるのみ。また、別離による痛みは、我。このゆえである。思いを深めて悲しみを捨てよ。喪失の怒り、また悲しみ。これらの多くの自分の我、自分を憐れむ心から出ていることを確かめなされ。通信を求めるなら、これら感情を横に置きなされ。そのためにあなただけでなく、愛するその死者をも傷つけるからである。なぜ万物が統一に向かっているのに、別れとか一人ぼっちとか考えるのか。生命は皆大海の一滴ずつである。その一滴は大海となることも、大海から離れて一滴であることもできる。しかし、これは常に水、その水の部分である。それと同じく、目を転ずれば、人間の霊はその一つ一つが、法我としての神である。人類は小さな神細胞の集合体であって、神に結ばれて一体である。霊の一つ一つは、内に同胞から離れて孤立する力を持つが、神からは離れておらぬ。人間の神王の我は、神から出たものである。人は神に似せて作られた。神の似姿である。この驚くべき真理をよくわきまえるとき、この世のもの、卑しいものの一切が消え失せる。こことかそことかはなくなり、あらゆるところの思いと考え方だけが心となる。もはや何者も神から離れてあるものはなく、誰一人として孤絶している者はいない。涙も悲しみも死も、その捉えた手を人から離す。
人の生涯は刀の鞘であり漆黒である。この生涯の周りに思想や感情がまつわれば、真我は囚人のように閉ざされる。生涯のもとに子が、真実の人間がある。ここから愛着の糸が、愛と同情が他者に向かい、全生物へ向かい、見える世界見えない世界へ向かい、天使界、キリスト、神へ向かって伸びていく。これはそうであらねばならぬ。なんとなればこの他に内在の我につながる道はどこにも通っていないから。それはすべての生命と自己を分かち合うもの。それを限るものはただ一つ。宇宙の境界のみ。我らは神の御心のうちに作られている。全宇宙は神の御心である。したがって人間はまた全身である。